柳生宗則は鴨の河原で出雲のお国の弟子千代に巡り合う。そして柳生の里では長男吉郎の誕生。父石州祭より無刀取の印鑑を受け、家康秀忠の待つ江戸へ向かう。その宗則一行を百合と雑賀忍者がまたも襲い、篠は海の藻くずと消えた。無事江戸に着いた宗則は小野次郎右衛門との御前試合に勝ち、一千石加増、秀忠の標本指南となった。豊臣方は鳴りを潜め、江戸城の徳川家康は征夷大将軍となったが、慶長10年に隠居。後を継いで秀忠が将軍となり、宗則は将軍の指南役となった。参った。その方の小手を狙った世の心を見通していたのか。はい、見えておりました。心が動いて構えになり動きになります。その構えや動きの心を読む、さらに動きの前の心を読む。新陰流は技よりも心を重く見る兵法でございます。技よりも心を重く見る。月を相手の心、水を我が心に見立てれば、我が心に月を映すこと。相手の心を読み取ることが肝心。そのこと、剣の道のみではございません。将軍となって今、何事においても人の心を読むことが大事と申すのじゃな。このところ次郎右衛門がますます扱いにくうて困っておるわ。一刀流小野次郎右衛門も将軍の師範にはなったが、秀忠に辛抱の厚い宗則とは歴然と差がついた。小野道場の門弟には大名はおらず、旗本と大名の家臣であり、その数も柳生道場の3分の1であった。頼もう、宝蔵院流二代目陣営坊陰春でござる。おりゃしばらく会わぬ間に槍の腕も酒の腕も上がったようじゃな。いや久しぶりに気が晴れたわ。遠路はるばる奈良からよう訪ねてくれた。いやいや、恩師陰英先生が他界なされ、宝蔵院流双日を節操が二代目として継ぐことになり、ご挨拶と武者修行の旅でござる。亡き陰英殿は宝蔵院流双日の祖にふさわしい達人であった。先生は次郎右衛門の剣は鋭いと褒めておられました。わしのことをそのように。いや、ただ一度お手合わせいただいただけじゃが、そのようにのしかし殿は、将軍となられた殿は宗則で、この次郎右衛門のことなど。このまま柳生に踏みつけにされることはござらん。この遠春が試合を申し入れ、宗則を叩きのめし、兵法は力だということを見せてやりましょう。いや、将軍の許しがない限り宗則は立ち会わん。何？将軍の兵法指南には手出しはできんのだ。
万一宗則が負けては将軍の面目丸つぶれじゃからの。柳生道場には肥前佐賀藩の大名鍋島信濃守をはじめとして細川越中の守、老中堺讃岐の守など審判譜代外様と各大名がこぞって柳生新影流を習いに来ていた。鈴鹿いて若様。健太参ったか。後ろから叩いてはいけません。油断しているのに叩いた。そんな草取りをしてるのです。敵に後ろを見せるなと父上は申された。これが刀であれば健太の首は飛んでいた。冗談じゃない。日頃の鍛錬を怠るなと父上は申された。稽古をつけてある。七郎、七郎、父源太の邪魔をいたすな。若様が私に稽古をつけておられるのです。源太は剣術も水練も上達したぞ。上、七郎の方が強い。いや若様の無手活流拳法にはかないません。後ろからポカリでは甲冑に身を固めて草取りをしないと。ずるいぞ逃げんのか。七郎、今度は父がいてじゃ来い。父上、やどうしたこれ。旦那様。父上はわしが将軍家指南役になったことを大層喜んでおられる。ようございましたな。何よりの親孝行でございます。里人たちを呼び餅つき酒盛り、そうして祝ってくださったそうじゃ。柳生館の大騒ぎが目に浮かびます。七郎が生まれた時のあの賑やかな祝い、今でも忘れられませぬ。柳生の里を離れて4年、一度父上のお見舞いに伺いたいが。お供いたします。七郎を連れて。いや、兵法士なんが将軍のおそばを離れるわけには参らん。上様にお願いできませぬか。そうじゃ、そなたと七郎が行くがよい。お父上をお慰めしとうはございますが、旦那様とご一緒でなければ。おりん。旦那様を一人残しては何をなさるやら。何をすればよいかな。そう怖い顔いたすな。そうだ、父上のことは心配せず、お上のご奉公に励めと申された兄上に万事任そう。数日後、宗則は父石秀斎の病気回復祈願に浅草観音へと出かけた。そのまたおまただぜ。乱暴な坊様だ。じゃあれ腕出せ出せ。あれ、おい、船頭船頭、船止めろ。わしの大事な缶首が川へ落っこっちまってんだ。止めろよ。そんな。止めろ。船頭、ガン首拾ってこい。この広い隅田川へ落ちたガン首なんぞ見つからねえや。のんのろ坊さん飛び込んで探しなさいよ。おのれバカにしよって。わしは宝蔵院流二代目イーション。槍を取っては天が無双。おのれ叩きのめしてくれるわ。くら待たねえ。
川中で騒ぎを起こしては皆に迷惑。先を急ぐ者もあろう。何者だ。名乗れ。名乗るほどのものではない。すっかんでろ。ソーズ、うちの殿様を知らないのか。将軍家知らん柳生宗則様だぞ。柳生宗則。宗則と聞いては手は引けん。わしと立ち会い。承知いたした。船頭、あの中瀬へつけい。船頭、船出せ。お、なんだどこにだ。おい、その腕戻せ。頭を冷やせ。逃げるか。貴様、今だ。卑怯者めが。てめえ。急に振られてお困りでございましょう。軒先を借りておる。いやむさ苦しい百姓屋でございますが、お入りくださいまし。さあどうぞ。すまん。渋茶しかございませんが。構わんでくれ。源太、それを。これは若様のお土産。いいのだ。おじいさん、こととい団子だよ。わしの好物、ありがたくいただきます。おいしい団子をいただいたよ、千代さん。さあ起きて。これお武家様にいただいたんだよ。こんな姿ですいません。千代ではないか。あなた様は鴨の河原で。やはり千代ではないか。柳生宗則様でございますね。こんなところでお目にかかれるなんて。あれからもう5年になりました。それなのに私は何があったのだ。他の踊りの修行もしたくてお国一座を辞め、踊りと曲芸の一座に入り諸国を回っていました。この正月に初めて江戸へ来て踊りました。そして夕方には必ず一人で稽古を続けたのです。お
前観音村で踊っていたの？ようべっぴんさん、可愛がってやるぜ。何するいやこのままどこが切れるってくしょう。おい、大丈夫か？しっかりしろ。それから美月、おじいさんにお世話になっています。そのようなことがあったのか。千代を助け、よく面倒を見てくれた。礼を申す。とんでもございません。柳生のお殿様とも知らず、はい、わしは百姓の六助で、はい。かしこまるな。はい。千代さんを助けたのも何かの縁、孫娘のように思われて。私も実のおじいさんのようです。養生してまた踊るのだ。もう踊れません。踊れぬ？足が立たないんです。足が立たぬ？折れた骨は元通りになったとお医者様は言われたが、かわいそうに。それで立てないなんておかしいよ。千代、どのようなことをしてもわしがその足を治してやる。宗則様。5年前あの河原で踊りの名人になると言ったのを忘れたのか。あの時わしは無心に踊るそなたの姿に引き込まれていた。あの美しさを今一度わしに見せてくれ。立てる。きっと立てる。踊れますね。宗則は何人もの医者に千代の足を見せた。その結果、千代の立てぬ原因はその心の傷にあるとみなされた。怖いんです。毎晩同じ夢にうなされて、踊っていると急に地面が裂けて足が切れる。切れた足が地の底に落ちて見えなくなるんです。踊れば足が切れる。怖い。立つのが恐ろしい。いっそ身を投げてしまいたい。身を投げたい？死にたいのか？死ぬがよい。死ぬ気になれば何事でもできるはずだ。千代、立てた。立ってるではないか。
立っている。踊りの名人になると言ったのを忘れたのか。あの時わしは無心に踊るそなたの姿に引き込まれていた。あの美しさを今一度わしに見せてくれ。柳生のお殿様だよ。会いたくありません。どうして？歩くこともできぬ育児なしの私、宗則様にお合わせする顔もありません。何もかも忘れて宗則様の胸に飛び込んでごらん。宗則様はお前さんが心を開いて素直になるのを待っておられる。素直な心。今日は歩いてみるのだ。はい。歩いてみよう。もう一歩前。はい。さあ、ここまで来い。うん、そうで。よし、歩けたではないか。歩けました。私の足で。私の足で。あの人は、松さんの姉娘に違いない。大丈夫かな。
いい腕になった。師匠がいいからさ。ああ、千代さん。ご心配かけました。足は治ったのかい？はい、おかげさまで。よく治ったね。大怪我して足が立たないって六助じいさん言ってたのに。はい、私ももうダメかと思ってたんです。でもそれは素直になれなかった私がいけなかったんです。どういうことなのさ。心の中である方をお慕い申しておりました。でもその方には奥様がいらっしゃる。だから近づいてはいけないと心に決めておりました。でもその方をまっすぐに見つめ、その方の胸に飛び込んだら。その男は一体誰なんだ？この足を治してくださった恩人は宗則様です。宗則って柳生宗則かい？はい、将軍家ご指南役の。確かに松田の娘か。すっかり変わっておりますが、相違ございません。殿様、あの人は死んだ篠さんのお姉さんだよ。いやー、汁犬の腕前には舌を巻きました。あの一座に野党寺がおるか探ってみますか。放っておけ。しかしいまだに殿を狙っているとすれば。一切関わるな。俺も千代も鴨の河原で出会っていながらお互いに気づかなかったとはな。でもまだ千代はお前さんに気づいてない。妙な巡り合わせだ。因縁だね。千代のおかげでやっと宗則を討つ時が来た。千代の笑顔を見て肩の荷が下りた。これでわしの役目も終わったようじゃ。終わった？今少し養生したら踊りに励むのだ。踊りは宗則様のためだけに踊ります。千代、今の千代には宗則様が命です。あなた様なくては生きてはいられません。千代、もう話はせん。父と妹の敵、今日こそ打ち果たしてみせるぞ。天狗の納め時だ。命を大切にせよと申したことがわからんのか。わからん。宗則覚悟。
宗則と千代の愛が燃えて年が明け慶長11年を迎えた。柳生の里から父石秀才の病重しの知らせに宗則は源太を共に急ぎ旅立った。新次郎、よう面倒を見てくれたの。これでわしも安心して。何を申されます。もうすぐ宗則が。今そうあれの夢を見ていた。柳生領に戦国を取り戻して馬上豊かに凱旋したあの日の宗則を。今度は将軍の標本指南となってもっともっと立派になって帰ってまいります。どうか父上のお命を今少し宗則が帰りますまでお願いでござりまする。この命に変えても父上のお命を。兄上！宗則！兄上！父上のご容体は？急に変わられてもう危ない。危ない？さあ早く参りましょう。宗則頼む。父上のご臨終そなた見とってくれ。兄上！わしはつろうて亡くなられる父上のお顔が見られぬ。頼む早く父上のもとへ。はい。父上、ただいま戻りました。バカ者。わしの病ぐらいでなぜ戻った。将軍様へのご奉公が第一じゃ。父上、大御所様も上様も一日も早う元気になるようにと申されましたぞ。ありがたいお言葉じゃ。だがあの世から迎えに来ておる。何を仰せられます。女房殿がな迎えに来た。母上は100までも生きよと励ましておられまするぞ。宗則指南役になったこの先の道のりの厳しさ忘れるでないぞ。新次郎と共に新影流を守ってくれ。父上の兵法百種の教えに従いまする。兵法は隠し包む心より勝る極意はあらじとぞ思う。わかったな。はい。もう何も思い残すことはない。将軍家指南となり柳生一族の夢をよくぞ果たしてくれた。父上！父上！
里人たちに慕われた石秀斎は78歳をもってこの世を去り、美しい柳生の里に手厚く葬られ、静かに眠った。たくあん殿。はあ、遅かった遅かった。ご病気と伺って馳せ参じたが。たくあん殿に今日あげていただき、父上は喜んでおられる。今一度お目にかかりたかった。酒を酌み交わしたかった。父上を忍んで飲んでくだされ。いただくとも。親友の宗則殿と夜を徹して飲み明かせば供養にもなろう。あの世でわしも一緒に飲みたいと悔しがっておりますぞ。飲むほどに楽しい酒で、今日が乗ればご自慢の能を回れた。共に回されました。ああ、酒がよく回る。たくあん殿とこうしていると心が休まる。持つべきは友。わしは噛めば噛むほど味の出る親友じゃわい。その親友と巡り会えたのも父上のおかげだ。人と人との出会いほど大事なものはない。出会う人によって運命が来る。この親友を末永く頼みますぞ。たくあん殿こそ生涯の友。わしが引導を渡す。たくあん殿に引導を渡されたらどこへ行くやら。それは地獄極楽行ったり来たり。京と江戸に分かれていても心は通じ合うの。宗則は兄進次郎と共に父石秀斎の初七日を済ませて柳生の里を旅立った。わしに後ろを見せて逃げよって、今日こそは逃がさんぞ。無用な争いは好まん。将軍標本しなんとあって侮るか。勝負いたせ。致し方ない。源太、下がっておれ。見事宝蔵院流の槍を受けてみるか。兵法とは力だ。よいか、兵法には力が全てなのだ。百戦の言葉より強い者が勝つ。
れほら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 二度とこのような振る舞いはなりませんぞ。知らんのか。剣とは心。心？相手の心を読むことだ。力はやがて滅びる。宝蔵院流の名を汚しては恩師陰英殿に申し訳がなかろう。おごらず高ぶらず心を磨き技を磨き名実ともに立派な二代目になることじゃ。宝蔵院流の繁栄を祈る。胸の糸。宗則は父石州祭の死を乗り越え、さらに大きく羽ばたくことを決意して江戸へ向かった。